今回は皆さんや大事なご家族が癌と宣告された時に真っ先に見ていただきたい動画を作ってみようと思います。癌はいきなり来るものです。予測がつきません。かくいう私も健康診断でいきなり要精密検査と診断されて、そして病院に行ったところ癌と宣告されました。ですが、私が取った唯一の行動、これによって今も笑って過ごすことができていると思いますので、そのことを皆さんにお伝えしたいと思います。癌にかかった時っていうのは非常に暗くなります。惨めな気分であったり、将来に対する不安、家族がどうやってこれから生きていけばいいんだろうか、そういったことを考えてしまうんですね。私のこのビデオによって生存の確率が上がったりしていただければ嬉しい限りです。私が真っ先にしたこと、一本の電話をかけたことによって私の未来、私の将来が変わってきました。この一本の電話についてお話ししたいと思います。癌にかかった時というのは、私は情報を集めようとしました。5年生存率が高くなる治療方法は何だろうか、自分の症状はどうやったら治るんだろうか、そういったことをやはり検索するわけなんですね。YouTube を見て、がんサバイバーの治療方法、そういったものを探してしまいがちです。ですが、その中には残念ながら他界してしまったり、病状が長く続いていらっしゃる方もいらっしゃいます。では、何が参考になるのか。私がかけた1本の電話、その電話番号はこちらに書いてあります。保険会社から毎年送られてくるご契約内容のお知らせ。その中に、がんの相談窓口、その電話番号が書いてあるんです。これ中を見ていただくと、私の場合は、がん患者専門カウンセラーによる相談サービス、そしてセカンドオピニオン、専門医紹介、そういったことを受け付けてくれる電話番号が書いてあります。昔のがん保険にはそういったものがついてなかったようなんですが、最近のがん保険では半分ぐらいがこういった専門医の紹介をしてくれる、そういった窓口の電話番号が書いてあるんです。この電話番号のセカンドオピニオンサービスというものを利用して電話をかけました。そうしたところ、その電話口の女性の方から質問を受けました。私の場合は大腸がんにかかって、そしてステージの2、あるいは3の A かもしれないというふうに先生に言われたこと、そして大腸がんで手術をすると側方リンパ節を取らなくてはいけないので、周りの神経も傷つける恐れがありますと。おしっこだとか、あるいは男性の機能、射精だとか勃起とか、そういったものも失う可能性があると言われたと。そしてもう一つ、人工肛門になる可能性もあるというふうに言われたわけなんですね。ですので、そういったことをなるべくなくしていきたい。そういった思いを伝えました。そしてもう一つ、私は東京都内に住んでいますので、東京都内の病院を希望したいと、そういう話を伝えました。そうしたところですね、その電話口の方というのは、では、来週ですね、本日は金曜日なので、来週に私たちが検討して病院と、そして先生をご紹介させていただきますと。そういうふうに言ってくださったわけなんですね。私はその病院の知識だとか、あるいは最新の手術方法、そういうことは医者じゃないので詳しくないんですね。ですが、そういう専門の方がいい病院だとか先生を紹介してくれた。このことによって今も笑顔で過ごすことができている。本当に助かったと思います。もし皆さんが癌にかかったというふうに先生から言われた時には、保険会社から毎年来るお知らせ、この中身をよく確認してください。そこに皆様の今後の未来がかかってくるわけですし、未来が変わってくるかもしれません。はい、参考になりましたでしょうか？本当に私はこのセカンドオピニオンサービス、これが役に立ちました。ですから皆さんや皆様の家族が癌にかかったと言われた時には、
毎年保険会社から送られてくるセカンドオピニオンサービスの電話番号に電話をかける。そういったことをアドバイスしてあげていただければと思います。がんにかかった時の最初のこの電話の一本が皆さんの生死を分ける。あるいは今後、会社を辞めなくて済む。仕事をずっと続けられていく。そういうことにつながっていくと思いますので、ぜひ、このことを覚えておいていただければと思います。それでは、またよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。愛することの僕ら以外もみんな自由だ。